皆さんこんばんは。本日のゲストは私が大好きで大尊敬しております YouTuber の瀬戸康史さんです。瀬戸さんにはカメラや編集についていろいろ教えていただきました。瀬戸さんの編集ってもうクレイジーでぶっ飛んでて面白いんだけど、どんな風に普段編集してるのかなと思ったら本日その謎が解けました。こちらの作品は日本で撮影したものです。最後の方は結構ガチなのよ。皆さん楽しんでってね。さあ、それではご紹介いたしましょう。瀬戸康史さんです。どうもはじめまして、瀬戸康史でございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。いやー、もうよろしくお願いします。いや、もうこれあれですよね、ナオミクラブ。あ、知ってくださってるんですか。ナオミクラブもう知ってますよ。この新しいシリーズっていうんですか、これ、はい、この感じでやる時の一発目に呼んでくれたってことですか。そうです。カムバック一発目の動画のゲストの瀬戸さんです。いや、なんで僕なんですかこれ。なんかすいませんなすいません、私みたいなのが出てきて。いやもうこのおじさん誰って思ってる人も多分多いと思うんですよね。瀬戸さんだってもう YouTuber としてもうずっと10年やられてるんですよね。いや、もう10年やって、で一応直美さんは、はい、一応僕10年やってる中で結構前の方から、そう実は見てくださってて、私なんか調べたんですよ、はい、渡辺直美瀬戸康史で一回調べてみたんですよ。何を調べよう何を求めて調べたんですか。いや、なんかこう私過去にツイッターとかでつぶやいたりとかしてたんで、それがいつぐらいかなと思ったら、瀬戸さんのツイッターが出てきて、はい、渡辺直美さんが見てくれた、なんかそういつですか。僕もそれちょっと知りたい。2014年だったんですよ。うわー、結構前だから6年前。昔だ。そう。いやでもなんか、はい、僕もあの時びっくりした記憶があって、はい、今ほどその YouTuber みたいな感じでテレビとかでも取り上げられてない時代で、はい、なんか直美さんが、はい、なんかこっそり見てるみたいな感じで、なんかツイッターで、はい、リアルつぶやきですよね。なんか、はい、リアルつぶやきしてくださってて、はい、でそれこそ5年前に実は一度お会いしてるんですよね。そうなんですよね。いや、なんか番組ちょっと呼んでいただいて、はい、でなんかスマホで動画作ってみようみたいなやつで、あの時もびっくりしましたよ。もうツイッターで知っていただけてたっていうのはありつつ、その後いきなり番組に来てくださいって言われたんで、なんかどうなっていくんだろうと思って。でそこで初めてお会いして。そうですそうです、はい、その番組のスタッフさんから「誰か呼びたい方いますか?」って言われたんですよ、その動画編集系のやつで、はい、でそれで「いや瀬戸康史さんに来ていただきたいです」ってお願いして、はい、でもその時あんまり YouTuber の人がテレビ出るとか芸能人の人とこう一緒になんかコラボするっていうのなかったので、勝手にその YouTuber の人のイメージで「なんかテレビとかマジでありえなくね?」みたいなお互いなんかバチバチみたいな感じだったんですかね。お互い牽制し合ってね。そうだから瀬戸さんもなんかバチバチ出したのかなみたいな俺はなんか YouTube 一本やねんみたいな全然そしたら来てくださって、すごい優しくその時も接してくださって、でそれからですよね、お会いしてないのは。いや、僕その5年前の撮影の時覚えてるのが、はい、もちろん直美さんは僕のこと知ってくださって、はい、呼んでくださってたんですけど、はい、そのジャングルポケットさんのお三方がいらっしゃって、はい、多分お三方僕と会うの僕も初めてで会ったんですけど、僕の動画をなんか巨大なモニターで、はい、なんか直美さんがこの動画瀬戸さんのこの動画好きなんだよねみたいな感じで、僕が「えー!」ってこうやって狂ってる動画流した時の様子を見て、もうジャンポケさんなんかもうめっちゃドン引きしてて何見せられてんだみたいな感じでそれすごいなんか印象に残ってていや確かに困惑しますよ。なんかいきなり情報がない、これ中学生が作った動画なんですかみたいな。なんかそのなんか反応が全然違うのがちょっと面白かったんですよね。そうですね、でももうそっからジャンポケもファンですから。あ、瀬戸さんのファンでもう瀬戸さんあの時一緒にやったよねみたいな。いやだから違うんです。本当にこれは、やっぱ YouTube の世界を本当に俺たち知らなくて、正直意味が分からなかったんですよ。なんでこの方がすごい人気があるみたいになってたけど、よく分からなかったけど、でも動画を撮っていく中で、すごく詳しい方で、こういう方なんだなって分かってったっていう、どんどんそこに理解が深まってったってことだから、勘違いですよね。最初は本当に意味が分からなかった。それ言っちゃダメなんじゃない？しょうがない、素人だったから。素人分かんなかったんで、すいませんなんか。でもそっからはずっとファンだもんね。今も大ファン大ファン。僕らもやっぱ YouTube やらせてもらって、瀬戸さんの凄さも痛感してますんで。どんな動画が好きですか、瀬戸さん？結構なんか大食いのやつやってないわ。瀬戸さんやってない。それぶりの今日ですから、だから5年ぶりですか、お会いするのは。久しぶりです本当にもう。
私は誰からちょっと見てて、瀬戸さんの映像の中でやっぱガジェット系の紹介がすごく多いですよね。カメラとかスマホとかパソコンとか、そういうのいっぱい紹介してるチャンネルをやってるんですよ。そうだから今日カメラマンさんもね、瀬戸さんの YouTube をずっと見て、本当になんかもうこういうでもちょくちょくあるんですよね。やっぱ機材が好きで調べてるとやっぱ出てくるんで、そうですよね。いやもうそれで知っていただけて本当にありがとう。もう瀬戸ファンはテレビ業界にもすごく多い。いやカメラ大好きですからね。はい。なのでそのカメラを見て。いろいろ私も今回 YouTube を始めるっていうので瀬戸さんの動画を見ながらいろいろカメラを買っていって増えているんですね。なんかさらっと言いますけどあんまり僕の動画って結構高いカメラとか紹介するんで、ね、こんなすっごい20万30万とかするやつ僕普通に紹介するんで、普通にさらっと買ってるんでみたいな感じで言われてもちょっとえってなるんですけど。いやだって瀬戸さんね、やっぱ説明がうまいんですよ、そのカメラの。ちゃんと分かんない人に対しても細かく説明するじゃないですか。でそれでもうこっちも気分上がっちゃってうわみたいな。それでなんかもう Amazon でピピって買ったりとか。いや僕も責任重大なんですよね。僕も一応その知識が全くない人に向けてカメラの紹介をするんですけど、いざこうやって「いや瀬戸さんの動画見て買いました」って言われるとめっちゃプレッシャーなんですよ。うわどうしよう、なんか買って後悔してたりしたらどうしようとか思って。後悔はしてないですけど、概要欄にもその Amazon のサイトに載せてるじゃないですか、ちゃんと買いやすいように。あれやっぱり良くないと思います。やっぱあれですぐ見た後にピッて買っちゃうんで。まあでもそれもね一応まあ商売なんでこっちもいやもうそれ YouTuber みんなやるんで、それやっぱりもう見て欲しかったら買うっていう。で今日はですね、そのまずもうどんどん増えていってるカメラ、私が瀬戸さんの動画を見て買ってしまったカメラたちを持ってきたので怖いで、いまだにその使ってないカメラもあるんですよ。いやまあ難しいですからね、使うのも。用途も分かんないまま放置してるカメラもあるんで、それ全部持ってきてもいいですか？どうぞ。どれぐらい持ってるんですか？もうびっくりしないでくださいよ。どんだけ出てくるんだろう。まあ女性ですからね、最近だとなんか ZV-1 っていうね Vlog カメラとかっていうのが人気でね、ちっちゃいの。まずはこの辺ですね。でこの辺ですね。すごい出てきた。はい、12345台ですね。これ GH5。めっちゃ買ってますね。これはこういうのは何ですか？これはなんかテンション上がって買ったやつで結構軽く買うんですね、カメラを。ZV-1 ですよね。ZV-1 です。ZV-1、これ知ってる人多いんじゃないですか？そう、これだって今もうみんな持ってるじゃないですか。もう女性の YouTuber の方もみんな持ってるって言ってもいい。瀬戸さんもこれ紹介してましたよね。いやいいんですよ。フォーカスがもうすぐ爆速ですよ。爆速だっていう。絶対に顔からピント外れませんからね。いやこれがそれを見て買って、だけど私同じところでカメラ買ってるんですね、同じお店で。で一回これ買う前に、こんなの今出たんだと思ってお店行ったら、うわーと思って、でいつも同じ店員さんが接客してくださるんですけど、なんか「あれ渡辺さんって今カメラ何をお持ちですか?」って言われて全部説明したんですよ。これは持っててこれは持っててって言ったら「もういりません」って言われたんですよ。そうですよ。どこに行こうとしてるんですかこれは。じゃあもう私買いませんと、お店来ると買っちゃうんで、もし次来たら止めてくださいって言ったんですよ。って言ってたんですけど、瀬戸さんの動画見たらやっぱこれいいじゃんってなって、その店員さんが出勤してない時に買いました。隠れて。いやこれでもマジで、気持ちがすごい分かるというか、YouTuber 病というか、なんか職業病というか、今だって YouTube やるから増えてってるんですもんね。そうです。だから YouTube やる人あるあるなんですよこれは。僕も笑えないというか、本当にこうなっちゃうんですよ。でこれもっと例えば倍とかに増えちゃったら、もうさすがに本当に使わないカメラとか出てきちゃうんで処分しなきゃいけなくなって、そういう時どうするんですか？もう売るしかないんですよ。そう売るところがあって、そういうところに売ったりとかってする。そうするとそれもまた手間になってくるんですよ。瀬戸さんちなみにカメラってどれくらい持ってるんですか？もう多分これの3倍ぐらいありますよ。いやだから古いのがずっと売らなかったらどんどん溜まってきますよね。だってこれ1年にだって1年でぐらいですよねこれ期間。だってまた次の1年でどんどんカメラ出てきますから、直美さんも増えちゃいますよどんどんこれ。そしたらどうすればいいんですか？もう家に取っとくか、売るか。大変なことになりますよこれ。もうだって今の時点でまだ YouTube 動画始めたばっかりですもんね。始めたばっかりです。始めたばっかりでこれはちょっとやばいですよ。本当に。しかもだって行くたびに
カメラ買っちゃって、しかも店員さんにも止められてる状態ですよね、はいもうそれちょっとやばいですよ本当に。これやばい状態？もういきなりこれはもう結構マジでやばいです。もう一個あるんですけどカメもう一個どれですか？ラこれだけじゃないですよ何ですか？何ですか？ちょっとこのカちょっとこれメラは何ですか？これ何ですか？これはでっかい。これ見たことありますこれ見たことないですよ。これ YouTuber の人でこういうカメラ使ってんじゃないんいやですか？使ってないですよこれ。誰の動画見て買ったんですか？これは、NHK の人にお願いしていいカメラ知ってますかって紹介してもらったカメラなんですよ。これは誰も持ってないですよ。これで自撮りできないですか？できないです。 Vlog もできないです。おかしいな。おかしいな。テレビマンの人たちがもう行くお店があるんですね、はいでそこでこれを見に行って買ったんです。もう多分直美さんのこと理解してないんですよこれを説明した人は。だから伝え方も下手だったんじゃないですか。なんかカメラ気になるのあるんですけどとか、なんか説明の仕方が多分下手だったんですよ。そう一番最初私 FX9 買おうとしてたんですよ。でっかいやつ。そうもっとでかいやつじゃないですかあれ。そう映画とか撮る用の肩に乗せるようなやつですよね。そうでお店に行って FX9 売ってますかってありますけどあなたが使うんですかって言われてあそうですって言ったらいや何用ですかみたいな生配信 YouTube の生配信とかに使いたいんですけどって言ったら絶対やめた方がいいですって言われてカメラマンさんも選ぶって言ってました。その難しいついてこれてる人いるんですかねこれFX9 がとか言って。いやでもこれちょっと本気度が、もうこれはちょっと絶対使わないと思いますけど、YouTube に対する本気度がちょっと伺い知れ。だってこれ高い。これいくら80万とか70万ぐらいですマジか。ちょっと僕が使わせてほしいぐらいですもんこれ。これ使ってみます？使ってみます。あれだったらお貸ししますよ使わないんでいや僕はどう使うかなこれ。これでもあれなんですよ後ろがぼやけるみたいなこの今みたいな感じのは撮れないんですよ。そうですよね。報道用というかニュースとかの渋谷の街を撮ってる映像とかでやっぱ背景ボケちゃったら伝わらないですもんね。だからそういうのだからやっぱりだから外に出てなんか撮りに行く時とかいいんじゃないですか。だから例えばニューヨークとかにいてなんか外で事件とかが起きたらもう家からこれ持ってこうやって行けば一番早いかもしれないじゃないですか。だって皆様にお知らせがございます。こちらをご覧くださいさらにカメラが増えました。なんでどうして？毎年さ新しいカメラが出てくるのよ。その度に買わなきゃっていう使命感に駆られちゃうんだよね。だからどんどんカメラが増えちゃうんだけども、なんとニューヨークでお気に入りの店見つけました。どうする？ B&H っていうガジェット屋さんなんだけども、そこはねプロの方とかが行くのよ。カメラだけじゃなくていろんな機材がたくさん売ってるところなんだけど、もうさカメラ超えちゃってさ、もう見たことないバキバキの照明とか4本ぐらい買っちゃったんだよねもうさそのお店入るとさ手が震えるんだよ。あれも欲しいこれも欲しいっつってさ、もう大変なんだけども、多分これからも新しいカメラが増えるんじゃないかなと思っておりますので、また瀬戸さんに教えていただきたいと思います。そしてビッグカメラ赤坂見つけ店の皆さん、本当に浮気してすみませんでした。また日本に帰ったら買いに行きます。それでは皆さん引き続き本編をお楽しみください。以上ニューヨークニュースでした。そうです、これが私のカメラのラインナップ。ちょっとすごいな。すごいですねこれ。でやっぱ 4K も撮れるし、ちなみに今これ実はこれ僕が今日持ってきてるカメラではあるんですけど、同じ直美さんの GH5S で今撮ってるんですよね。そうです、同じ。すごいこれ綺麗に、そう後ろちゃんとぼやけててうちらにピン合ってるでしょ。めっちゃ綺麗に撮れてますよね。こいつは動画にめっちゃ向いてるんで、例えば今 4K で撮ってますけど、4K でこれ何時間でも撮れるんですよ。でも 4K で長時間撮れるっていうのって実はすごいことなんですよ。今なんとなく撮ってますけど、例えば僕らがこれから2時間3時間喋ったとしましょう、こいつ耐えられるんですよ。落ちたりしないってこと？落ちたり、SD カードはちゃんと容量の多いものを入れとかなきゃいけないんですけど、こいつ大丈夫なんですよ。でも他の 4K 撮れるやつとかだとあんまないんです。そうなんだ。 4K って気軽に撮れるものじゃないんで、もうこれはもう声を大にして言いたいです。もう僕も今めっちゃ苦労してて。そうです、 4K の人ですもんね。そう 4K を YouTube で出したいと思ってるんですけど、もう大変なんですよ。でも編集も大変ってことですもんね。編集も大変です。もう MacBook とかでやってると思いますけど、悲鳴を上げますよ MacBook は。ファーって言います。ファーって。でもその大変な編集をやろうとしてるんですよね。そうです。
私はやります。これなんでかって言ったら、いや別にもう本当にたくさん知ってます。天才編集者、そうですよね。もう天才なスタッフさんはいっぱい知ってるんですけど、もちろんお願いしたいけど、はい、お金がない。本当に説得力ないんですよ。これ前にあげといてお金がない。これ1個買うんだったら人一人雇いますよね、これ。違うの本当にお金がない。全然説得力がない。じゃあこれはもう本当に前半に買ってたんですよ、今年の。でレインオンミーあるじゃないですか、レディー・ガガのモノマネした時の制作費がもうとんでもないように、確かにガチ PV ですよね。そうです。ガチ PV 作ってるスタッフさんと照明さんともう全てのスタッフさんに来ていただいて、でダンサーさん、そしてもう CG も使ってるんで、もうそれでお金が。あれ、直美さん主導って感じなんですか？そうです。私がミュージックビデオを見てやりたいっつって、マジっすか？すぐ全員に連絡して。オフィシャルって書いてありましたよね。オフィシャルちゃんとじゃあ許可取って、そしてレディー・ガガとアリアナ・グランデと曲を作った8人全員に許可を取りました。いやちょっとそれ知らなかった。私主導で、あれは全部自腹です、私の。それはちょっともう顔がマジの顔になってた今。だからそれで吉本に借金してるんです、私今。うわー、吉本はちょっと命かけてんな。そう、借金しか許してくれなくて、その肩代わりみたいなのしてくれなくて、いやそれしないでしょ、それはしっかり返してくださいということなので、じゃあ YouTube で今後動画を載せて、その売り上げを全部吉本に吸い取られるんですけど、そのためにはできるだけ人を使わずに、もう自分一人でやっていきたいなっていうのが。いやー、なんかやってることが両極端ですね。もう完全にそのガチプロのすごい人に頼んで PV 作った後にお金なくなったから自分で編集するっていうなんか両極端すぎてちょっとあんまついていけないんですけど。そうなんですよ。じゃあしばらくはお金がなくなってしまったから自分でやらなきゃいけないっていう状況になっちゃったんですね。そうですそうです。だけどカメラはもう前もって自分で大量に買ってたので、超ラッキー。材料はじゃあ揃ってるってことですね。材料はもう照明もあるし、マイクもありますし、全て揃ってます。ただその編集の部分だけはどうしてもやっぱり素人なので、だからもう寝ずにずっとやってもう分かんないんで。つか手動かないですよね。もう分からないことだらけだから調べながらとかって感じですよね。そうなんですよ。今回は瀬戸さんに編集技術を学ぼうという。はい。いやもう直美さんに興味持っていただけて、本当に嬉しいというか、前そのツイッターでちょっと言っていただいた時から、多分直美さんが好きなのは僕がたまにやるその狂ったみたいなみたいなやったりとか、そういうのが多分好きなんだろうなと思って。そうですよ。だからそういう編集を伝授しますよ。嬉しい。だから僕の願いとしては、僕が教えたことによって直美さんの動画がさらに面白くなって、なんか視聴者の人がギャーみたいな最高涙流して笑えるような動画が作れるようになるように僕頑張るんで。瀬戸さん嬉しい。下手くそかよ。じゃあ瀬戸さんがいきなりなんとかなんでとかやるときいつも困るんですよ。いやですよね。あれどうしたらいいんですか？違うんですよ。僕なんで共演しててやりづらいと思いますけど、なんでそうなるかというと、僕ずっと一人でやってるんですよ。だからか。僕 YouTube で一人でやってるんで、誰かと一緒にやることがないんですよ。だから多分すっげえやりづらいと思うんですよ。これはなんで今僕が、今なんか教えるんでってやったじゃないですか。でちょっと止まるじゃないですか。これ自分の編集のためなんです。ここですぐ教えるんでねってやっちゃうと、ここでキラーンみたいな編集をつけた時に、やっぱ自分が止まっててほしいんですよね。癖みたいになっちゃう。癖なんですね。じゃあこっちはどうすればいいんですか、その時は。もうだから困りますよね。そこについて僕責任は何も持てないですよ。もうだからここだから僕のコーナーになっちゃってるんで、だからもう直美さんは映ってないからもういいんですよ。でも編集私なんでこれどうなるか分かんないですよ。だからなんかやっててください。よし、直美に編集教えちゃうぞ。はい。じゃあもう黙っといた方がいいんですよね。私はもうそれをそうです。ずっと見て。だから直美さんも僕が編集を教えてちょっと慣れてくるじゃないですか。そうすると多分そうなりますよ。生配信でもやっちゃいますよ多分。よし、これからご飯食べるぞ。はいみたいな、なんかそういう塊みたいなのをやりだすんで、食業固まっちゃうみたいな。
これやりだすんで、なるほどね、はい、気をつけた方がいいですよ。ちょっと気をつけます。テレビとかでも出しちゃわないように気をつけた方がいい。テレビでそれ出したら結構やばいです。なんか周りからやっぱりやりづらいと思われちゃう。突っ込まれちゃうかもしれないですね、はいなんとかだぞって言った時に、私は今なんかうるせえよって言ってほしいのかなと思っちゃったんですよ。いやそんなことないです。言われたらショック。言われたらびっくりしますよ。急に荒ぶってどうしたのってなっちゃうんで、だからそこはちょっとなんかギャップあるかもしれないですよね、感覚が。なんかめっちゃもらってる。あー面白い。瀬戸さん面白いですね。最高です本当に。話長いんですよ僕。出た今の顔ちゃんともう直美さん編集してね。この動画を今直美さん見てるんだろ、これ MacBook で見てるだろ。今の顔使ってね。本音出ましたね今ね。はい。いやいや、私もピン芸人なんで、はい、だから分かるんですよ。ああ、一人でやってる時がすごいやっぱ楽だし、一人でバーって自分のタイミングでボケて突っ込んで紹介してっていうのはすごく楽なんですけど、人といる時にやっぱ人の話遮ってまでも喋っちゃうんですよ。ああ、僕もそう一緒。なんかそれを自分で見直した時に、たまにこういうコラボ動画とかする時になんか嫌な気持ちになりません？ああもうお前今喋ってるんだから何切ってんだよって。わかります。だから瀬戸さんはなんかそれをすごい感じました。今日じゃないよ。今日っていうか今日じゃないよ。今日じゃないよ。いつの話してんのこの人。瀬戸さんのね、実は動画の方にも私出させていただいてますよね。そうです。実は、僕と直美さん、これはまあ直美さんのチャンネルで今2人で喋ってますけど、実はまあせっかく久々にお会いしたので、僕のチャンネルの方にもちょっと直美さんに出ていただけないかなと思って、じゃあやりましょうってことになって、実はちょっと一緒に音楽作ろうみたいな動画をやったんですよね。あれの時にすごく瀬戸さんってなんか一人の人なんだなって思いましたよ。普段一人でやってる。いやだから僕ちょっと素材見れないんですよ。いやだからそういうその動画の時に瀬戸さんもやっぱり普段ピンでやられている方だから、私もピンだからちょっとこうなんかお互いあれだったなと思いましたけど、でも相性はいいなと思いましたよ。どの口が言うんですか？今の流れで？いやこの喋ってる感じとかどうですか、瀬戸さん。めっちゃ気使う人だなっていうのはめっちゃ感じます。本当ですか？気遣いの人だなっていう。はい。でも私も瀬戸さんは本当に優しい方なんだなと思いましたよ。でも多分似てるんだと思います。だから。何座ですか？天秤座です。一緒だ。本当に？同じ天秤座です。本当に？10月ですか誕生日？10月です。10月です。嘘。なんかそういうボケかと思った。って言ってなんか違うの言うやつ。そのボケクソつまんないでしょ。その感じかなと思ったけど、本当に一緒？変な人好きですか？変な人好きです。全く一緒です。全く一緒です。うわ。いや見切り発車で喋るの多すぎますね我々。これ編集するんですよね。私はもうこれ垂れ流しできます。本当に？まあでもそれがいいかもしれない。でもこれ見れないなってなっちゃうかもしれないですけどね。垂れ流しちゃったけどこれきついなってなる可能性あるんで。これはちょっと。それは難しいですよ編集は。そうですね。でもちょっと編集頑張ってやるためのにちょっと瀬戸さんにこの後教えていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。せーの、頑張るぞー。やめてお願い、そんなことするのやめて。編集大変になるかな。この辺でしておきましょうか。じゃあね。ありがとうございました。回ってます。5秒前。4。いやどのタイミングで水飲んでるんですか。じゃあここから編集をやっていきたいと思うんですけども、私のこの回のオープニングを撮ってます。5分弱の。その動画をちょっと編集をしていこうみたいな。5分弱の編集をするのは結構時間かかるかもしれないんですけど、まあ触りっていうかね。そうです。やり方をね。そしたら私が後でそれを学んだことをやっていくので、
そもそもこの今これ出てる映像めちゃめちゃ綺麗に撮れてるなと思ったんですけど、これいいですか？めちゃめちゃいいんですけど、うわ嬉しい。いいですね。よかった。雰囲気めっちゃ出てる。嬉しい。だからちょっとおしゃれな感じにしたいんですよ。いやで今僕これ撮影が始まる前にちはいょっとお話聞いてちょっとびっくりしたのが、はいさっきテレビの編集はそのテレビっぽいものがちゃんとあって、はい今これから YouTube でやろうとしてて、はいはい YouTuber っぽい編集をやりたいっていう話かと思いきや、はい私あんまりそのテロップとかいっぱいつけるのはちょっとやりたくないんですよねってちょっと話聞いて、はいえってなったんですけどでもいやそうどういうことなんでですかそれは。いやその文字とか皆さんいっぱい入れてるじゃないですか、入れます YouTuber の人たち。でもそれを私がやるのはちょっと尊敬リスペクトがないんじゃないかなと思って。はあはあはあ、 YouTuber の人たちが築き上げてきたやり方なので、うんうんそれを私がなんかいきなりねいきなりバンと入ってきて、うんそれをやるのは嫌だからほうなのでそういうテロップをあんまり入れたくないというか、はい入れるとしても自分なりのテロップかほうそれか大事なところだけ入れたいなっていう感じで。ほうほう。だから意外と YouTuber っぽいやつをやればいいのかなと僕は思ってたんですけど、はいそういうわけでもないっていうのを聞いて、はいあ結構なんか考えてるなっていうなんか独自の道をやっぱりこう行きたがってるなっていう。そうですねやっぱりでも今から僕編集しますけど、はいどういう感じでやっていけばいいのかなっていうか、編集ってはい本当にその人のものの見方がすごい現れるんですよ。はいはいはい例えば今これって僕まだ全部見てないですけど、はいもう何も編集しなくてもいいじゃんみたいな、このまま出しちゃおうよって人もいるし、まあすごいこうまあここで言うともういきなり画面で言いますと、例えばはいちょっと僕これまだ素材見てないんですけど、はい動画でございます。でこの動画もです今のこの例えばこのシーンあるじゃないですか、はいはいはいここのこのオーディオの波形ここ、はいはいはい音なんですけど、はいこの音をここ今曲がったじゃないですか、動画でございます。でこの動画もですねはい、これを切るのか切らないのかっていうところも人によってもうこれはだから思想ですね、考え方スタイルの違いになってくるんですけど、私はそれがあんまりやりたくない。はい、私もその考えです一応。お同じ思想、まあ同じスタイルかと思います。はい。だから間を大切にするっていう考え方ですね。そうですね、うん。別に間とかっていうよりは私は結構カクカクって映像になるのが好きでもないので確かに確かに。間は埋めたくないタイプです。なるほど。はいだからそういうところにも現れてくるんで。動画でございます。でこの動画もですね私が編集しているもう一回いいですか心配してるんですよ例えばだからここも大事なポイントで、はい編集って正解がないと思うんです。なるほど。人によって例えば同じ素材を例えばこの素材をはい10人の人に渡したら、全部10個違う面白い動画が多分出てくると思うんですよ。はいだから例えばこのシーンを使うかどうかっていうところもはい例えばこの間違っちゃったところもう一回再生しますけど、編集しているもう一回いいですかやっぱやってしまったっていうのでもうこれでリズム作っちゃったりとか僕しそうですけど、これドゥン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 みたいな。もう一回いいですか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 みたいな。いやいやいやゲスト来る回でそれやっていいんですかもう一回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 ですかみたいな。もうここからずっと曲になっちゃうみたいな。いやいやおかしいでしょさらに動画伸びちゃいますからでクレイジーな編集をしたいんだったらもうここでだから面白いじゃんってなってこれを音楽にしようみたいな人もいるし、なるほどねそれいるんですか瀬戸さんみたいにこれを音楽にしちゃおうって人いるんですかそれちょっと僕見たことないんですけどいやだからいろんなもう何でもありだから。なるほど。じゃあ例えばここを、はいまあ、僕がいつもやる、まあ、こう使うかどうかは置いといて面白編集みたいな感じにするんであれば、編集しているもう一回いいですかもう一回いいですかどうだろうなるほど細かくいいですかもう一回っすかもう一回っすこれをなんか音楽にするんだったらどうなるだろうなっていうもう一回っすかでもこうするとこめっちゃ面白かったですよね。そうですね例えばじゃあ、まあ、軽くやると、はいここれ切るんですふんふんふんってなってまたここから戻ってくるとか、これはどうやってやるんですか今のコピーして今足せたんですかふん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 ってなったところを、うんまたこう逆再生でこういうふうにじゃあやろうかなって思ったら、は今このふんふんふんってかがんじゃったところをコピーして、はいで増やします。はいで今どうなったかっていうと、うんふんふんふんってなりましたよね。おでおちょっと僕はこう今
また戻っちゃって繰り返してるだけなんで、この逆再生っていうのがこうできて、逆再生右クリックで、この速度、デュレーションってこう長さってことなんですけど、速度と長さっていうのを選択して、ここで例えば速度を2倍、今100ですけど、これを200にすれば2倍速になったりとかっていろいろいじれるんですけど、ここに逆再生っていうのがあって、これ逆再生します。そうするとどうなるかというと、こう戻ってきました。なるほど。でこの戻ってきたのをこのセットをまたコピーして、ここにまたコピーしてコピーしてコピーしてみたいな。ちょっと色変えましょうか。色変える？色、このクリップの色って変えられるんですよ。で変えておくと結構分かりやすくなるというか。変えるのはどうやって変えるんですか？今選択しますよね。じゃあ例えば最初のこのふーって下かがんじゃったやつを右クリックでこのラベルってやつですね。ラベル。プレミアの場合はラベルってやつで、これいろんな色があるんで適当にじゃあローズにして、でこの逆再生のやつをちょっとじゃあ違う色にしとこうかなと。バイオレット。でこれを今ちょっとコピーしちゃったのを消して、これをこうまた同じことを繰り返しますけど、でこれで4回繰り返しました。でも分かりやすいじゃないですか、色ついて。分かりやすい。これはこういうやつだよっていう色をつけてるんですか？自分のための目印ですね。知らなかった。例えば話題が変わった時とか、ここ後で編集しようとか、なんか全部青だとこう分かんないじゃないですか。どこで何やってるか。本当に分かんない。でもこうやって広げれば、ここがあのシーンだなっていうのが分かるじゃないですか。でこうやって目印をつけながらやると。で今再生してみるとちょっといくか分かんないけど、こういう感じですね。例えばこれをじゃあ音楽っぽくしたかったら、例えばちょっとテンポ速くしようということで、これをさらにスピードをアップさせます。でまた速度デュレーションのとこを押して、今 100%100 なんで、じゃあ例えばこれ2倍にしようかなと。200にしてこれ倍速にしました。でこれでこれ録音とかできるんですよ。ちょっとじゃあ僕ちょっと自分で入れますね。ドン。こういうの入れて、これをドン。これドン入りましたよね。こういうのやりだすと結構面白いんですよ。時間かかるけど。うわすごい。でそれを。そうです。で今の僕が入れた音をちょっと今切って、こう細かく集めてます。でこれをいきます。これいいですか？ドン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 。こういう今ちょっと適当ですけど、これをもうさらに突き詰めていけばもう急にすごい曲になったりとか。ドン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 。ここになんかだから自分でラップ入れたりとか。例えばなんか入れてみましょうか。僕ちょっと入れてみましょうか。ラップ今から入れるんですか？僕ラップ入れますね。ちょっと待ってね。私が編集している。もう一回いいですか？ナオミが失敗しちゃったよ。ナオミが失敗しちゃったよ。これを入れて、じゃあ聞いてみます。もう一回いいですか？ナオミが失敗しちゃったよ。ナオミが失敗しちゃったよ。やばい、マジで視聴者はもう混乱させられたと思います。もうわけわかんないですよね。わけわかんない世界にちょっと足を踏み入れたっていう感じになると思います。なるほど。だからちょっとこう今はこうなっちゃったところだけを広げて、音足してラップ入れてみたいなのをやると本当に数秒のただのシーンから音楽が作れちゃったりとか。ちょっと待ってください。こんなんでいいんですか？いやもうすごすぎて。いやいや。これぞ瀬戸さんって感じですね。なんか雨降ってくるとか、わかんないです。雨降ってくることができるかわかんないですけど。雨も素材があればね、できますよ。もう素材いっぱいありますから。多分素材の作り方というか使い方教えていただけます？素材ですね。じゃあちょっと僕爆発素材を持ってきたので。爆発みたい。じゃあなんか爆発しそうなところあります？これなんか。こんばんは。ちょっと見ていいですか？どうも渡辺直美です。直美クラブへようこそ。ふー。わわわ。じゃあどうぞできるか。さあ始まりました。じゃあちょっと今パンチしましたよね。パンチしました。わわわ。じゃあどうぞできる。はい、ここですね。じゃあここでボーンってなるようにしてみましょうか。じゃあまずは
これも僕が、これも素材っていうのは、ネット上にいっぱい販売されてたり無料のやつとかいっぱいあるんですけど、僕が使ってるのはアクションエッセンシャルっていうやつを使っていて、これは爆発の映像ですか？爆発の映像です。ちょっと待ってくださいね。ちょっと今お見せします。こんな映像も簡単に入れれるんだ。こういうのがあるんですよ。これ僕が買ったやつなんですけど、これでもよく見ます、瀬戸さんの動画で。何でも爆発、とりあえずなんとなく爆発してればそれっぽく見えるんで、ちょっとこれを、入れてみますね。入れて、でこれも素材って誰でも買えるんですけど、難しいのがちゃんとその調節するってことで、手の位置とかに、手の位置に、手の位置とか、今これ爆発を置いてたんですけど、今これ見ると、本当だ、変なところ、肩が爆発しちゃって、肩がいっちゃったのかなみたいな、怪我しちゃったみたいな感じになってますよね。みたいになってますよね。ちょっと今サイズがあれですけど、大きくなった。ちょっと大きくしつつ、これすいませんね、私のパソコンがちょっともたついてて、ここのここら辺でいろいろ変えられるんですけど、このスケールっていうところで200、2倍の大きさにしました。でこれを手ぐらいの位置に持っていきましょうかねと。重いぞ。重いぞ。それでじゃあちょっと見てみましょうか。なんかちょっと変だな。ほらもうなんかこう吹き出してるところがちょっと変だなとか。本当にここもめっちゃ微調整しようと思えばいくらでもできるんですけど、こうやって今すごい難しいですけど、もっと分かりやすい例でやった方がいいかな。これで、しますね。僕の変な画像がいろいろあるんで、これ僕が今まで作りためたすごいいろんな僕の切り抜き素材があって、じゃあちょっとこういうので、例えばそうですね、こういうのも大事ですよね。例えばこの僕の切り抜きの素材を、じゃあ位置を、今日は何だろう。今日は動画でございます。例えば動画でございますっていうので右に移動させようと思ったら、動画でございます。例えば動画のこのドの始まりですね、このドのところに行って、このストップウォッチボタンみたいなのがあるんですよ。でこれを押します。そうするとキーフレームっていうのが打たれて、でここに固定しました。で次は動画でございます。じゃあここら辺、この位置でここに行っててほしいなってところでこう止めて、一回キーフレーム打ったらもう移動させるだけで自動的にこうキーフレームが打たれるので、こうやってじゃあどの辺の位置に行こうかなで、じゃあここに行ってくれってなったらこれ止めて、始まりました。今日は動画でございます。すごい。だこういうこれもめちゃめちゃ基本なんですけど、なんかこう置いてキーフレームを打って、でまた別のところでもキーフレームを打ってってすれば、そこからそこまで動いたりとか、今は位置を動かしましたけど、例えばこのスケールっていうのは大きさのことですけど、大きさも、例えば最初はこのストップウォッチのボタンをこう押すと、ここでは100、で、これでこう移動して、ここの右に来てた時点では、じゃあ例えばもっと大きくしたいとかちっちゃくしたいとか、っていうのをじゃあちょっとちっちゃくしましょうか。50。そうするとこのスケールも、動画でございます。すごい。しかも今は切り抜きの画像でやりましたけど、この後ろの動画そのものも横に移動させたりちっちゃくしたり大きくしたりっていうのをキーフレームがかけられるので、どうやってやるんですか？例えばもう本当にこの青いところが今この元動画ですよね。例えばじゃあ回転しましょうとなると、ここに回転っていうのがあるので、また動画を選択してこのストップウォッチを押します。で動画でございますで、じゃあこの時点でじゃあ90度回そうっていうあんまない編集ですけど、じゃあ90度、90って打ちます。動画でございます。しかもこういうふうにこう一つの状態から一つの状態にこう滑らかに切り替えることができるっていう。へえ、すごい。音ですね。動画って映像と音でできてるので、音にこだわらない人って結構多くて、音もめっちゃ大事なので、爆発音入れましょう。これでちょっとこれね、壮大な爆発。ちょっとこの爆発音もいろいろあるんで、ちょっとこれもしますよね。何個持ってんですか？爆発音めっちゃ持ってるんで、
この爆発音を今ちょっと音のタイミング整えました。いきなりパンチしちゃってます。パンチで炎出ちゃってます。でここからじゃあさらに何するんですか。でやっぱりここねこだわりたいので、はい、ここでパンチ出るときにちょっと画面がバンってアップになるみたいな。この炎と直美さんの映像が同時にちょっとでかくなりたいんで、はい、これをちょっとまとめる必要があるんですよね。この今分割してるじゃないですか、炎と。で例えばこれ直美さんだけでかく しようと思ってこうすると直美さんだけでかくなっちゃうんですよ。炎がでかくならない、一緒にでかくすればいいだけの話なんですけど、一括でこう操作するための技があって、ここの2つ炎とここの同じ部分だけを選択しました。でこれで右クリックでこのネストっていうやつがあって、なんかまとめる入れ子にするみたいなやつがあって、これ押すと一つになった。はい。で一つになりました。でそうすると、この1個のクリップとして操作できるようになるんですよね、これが。でここでじゃあ一瞬でかくしようと。一番衝撃のでかいところで、これもさっきのやったそのキーフレームを打つっていう、横を引くと1コマずつ動かせるんで、こうやってで、この辺でこっからスタートで、この辺でちょっとでかくしようかなといきます。はい。すごい。でこれちょっとでかくなったと、僕としてはちょっとまだちょっと迫力欲しいなってなるんで、ちょっともうちょっとでかくしてみますね。今120だったんですけど、どうだろう、150ぐらいまでいっちゃいましょうか。そうするとどうなんだろうっていうのでこうやって探っていくんです。なるほど、一番いいポジションを。いきなりジャストはいかないんで、いきます。すごいな、すごいな。大爆発。うわ、これでもう完成ですね。もうあと全部ほったらかしですけどね。ほったらかし。これだってこんな感じでやってるんだって見たら大体わかりますよね。わかります。もう最後までやらなくても、できるかな。なので時間はかかります。そうですよね。今の私の技術でこれをこういうの入れながらやっていくってなったら多分半年かかると思うんですよね。やっぱりやり続けることですね。もう何事もそうなんですけど、なんか楽器とかも、ピアノとかもやっぱ練習をやっぱ地道にやってると慣れてくじゃないですか。それとやっぱ同じところが正直あると思います。なるほどね。毎日じゃなくてもなんか定期的に1週間に1回とかずっとやってるうちに、ここにこれがあるんだみたいな、だんだん分かってくるっていう。ただ最初はあれですね、僕は今結構派手めなのやっちゃいましたけど、本当にこう普通に自分が喋った素材をちゃんと切るっていうところからですかね。ちょっと待ってくださいよ。最初は今まで教えてきたの何だったんですか。まずはこれ置いといて、まずちゃんと切ってつなげるとこからやってくださいってこと。最終的にはっていうなんかテイスト、こういう感じでやるんだっていうのをちょっとお見せしただけで。なるほど、技術として。いきなりは多分挫折しますよ。じゃあちょっと今日はこの編集終わりで、ちょっと最後見ていいですか、映像。さっき編集してる。もう大したことしてないですけどね。じゃあちょっとこの辺からいきましょうかね。じゃあ、いきます。こんばんは。どうも渡辺直美です。直美クラブへようこそ。はや。さあ今日はですね、動画でございます。でこの動画もですね、私が編集している。もう一回いいですか。直美が失敗しちゃったよ。直美が失敗しちゃったよ。はい。こんばんは。どうも渡辺直美です。直美クラブへようこそ。さあ始まりました。今日は動画でございます。しかも久々のゲストでございます。どうしたって感じになりますこれ。あれ直美さんどうだったこれって。何してんのってなりますよね。でも最高、こういうことですね。瀬戸さんが言う編集のそうです極意は、ちょっとしっちゃかめっちゃかではありましたが、全てのエッセンスは込めました。ありがとうございます。最高の動画だったと思います。これを私はここから編集していって、本当に分かんないことがあったりとか、また違う企画の時はまたぜひ来てください。もうすいません。今回のゲスト瀬戸康史さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。あったもおかしいですね。
はい、皆さん本日もご覧いただきありがとうございました。この時間がやってまいりましたよ。さあ行くよチャンネル登録絶対チャンネル登録、いいねも押していいねも押していってほしいんだ。そう、本日は瀬戸さんの方にもコラボ動画が上がっているから絶対見てほしい、いいねも押してってほしいんだ。チャンネル登録もしてほしいんだ。はい。こんばんは。どうも渡辺直美です。直美クラブへようこそ。チャンネル登録してください。さあ始まりました。今日は動画でございます。しかも久々のゲストがございます。どうしたって感じになりますこれ。